皆さんこんにちは。 Learn Japanese with Hana のポッドキャストへ来てくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を学んでいる方に向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、私の個人的な体験だったり経験などを日本語でお送りしています。皆さん最近は元気に過ごしていますでしょうか？お仕事をたくさんしている方だったり、また学生で勉強をたくさん頑張っている方、日本語を勉強している方、いろんな方がいるかと思います。今日のテーマは七夕です。日本では7月7日が七夕という日です。皆さんこの七夕というものをご存知ですか？七夕とは簡単に言うと、色紙、カラフルな紙にお願い事を書いて叶うようにお願いする日です。そしてこれには結構古い歴史があります。一般的に知られている七夕の物語というのは、織姫という女性の方と彦星という男性の方の物語です。この2人が結婚する前は働き者だったんですが、恋に落ちて結婚して、その後全然働かなくなってしまいました。そしてそれに起こった方が2人を、川の両端に引き離して会えなくしてしまいます。でもさすがにそれはかわいそうだなと思って、その引き離した方が年に一度だけ2人が会えるようにしたというのが、伝説、こちらの物語です。これは中国の伝説で、それが日本に伝わってきて、日本でもこのお話だったりこの文化が広まっていきました。日本に伝わってきたのはだいたい奈良時代という時代があって、710年から794年頃、この頃に日本に伝わってきたと言われています。また七夕というものは昔は貴族とか、偉い人、そういった方々が親しんでいるものだったんですが、その後に日本全国に広がっていって、みんなが楽しむようになったと言われています。そして今ではどういった形でこの七夕の日を過ごすのかなんですが、短冊という色紙に願い事を書いて、竹があるんですが、竹の竿にそれを飾ります。これは、願い事が天に届くようにと願うもので、子どもたちがよくこれをやっています。私も幼稚園だったり小学校でこれをした記憶があります。みんな多分将来の夢だったり、スポーツ選手になりたいとか、そういった感じの夢を書いていたと思います。私は何を書いたかも全然覚えてません。そして街にもショッピングモールだったり、いろんな場所でイベントがあります。なのでそこで子どもたちがいろんなお願い事を書いて飾ったりしています。そして小学校の頃に給食で、七夕の日はカラフルな星が入ったゼリーがおやつにあったのを今思い出しました。おやつとかデザートは毎日あるものではなかったので、それが出る日はとてもワクワクしていたのを思い出しました。そして七夕というのは多くの地域で七夕祭りというのが開催されます。これはフェスティバルって感じで、有名なものには仙台の七夕祭りがあります。このお祭りでは、街中をカラフルにしたり、パレードがあったりとか、そんな感じでイベントが行われます。こういった感じで日本では毎年7月7日が七夕の日で、お願い事を書いて叶うようにってお願いしたり、いろんなイベントをしたり、パレードが行われます。今回は七夕についてお話ししました。昔のお話なので、それがどういったお話だったかとか、どうやって伝わってきたとかはいろいろ諸説がありますが、中国から伝わってきたもので、それが今でも文化、伝統として残っているということを覚えておいてもらうといいかなと思います。日本で短冊を見かけたら、謎のカラフルな紙が
葉っぱにつながっている、葉っぱにかけられているっていうだけじゃなくて、この7月頃にそれを見るとこういった意味があったんだなっていうことを知ってもらえればと思います。今回はここまでになります。皆さんの国ではこういった願い事をするイベントだったり伝統などはありますか？あればぜひコメントで教えてください。最後まで聞いてくださりありがとうございました。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。